こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどまとめてみていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、バンエクがイーサ先物 ETF の提供終了を発表しています。売却は9月16日まで、スポットイーサ ETF が取引開始されたことで、あまり需要のない先物 ETF の方は閉鎖する決断を下したとのことです。市場にはほとんど影響ないと思いますけども、ファンドごとで動きが見られますね。昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローに関しては、市場の動向と同じくですね、流出が収まらない状況となっています。現時点では全体でマイナス 1.7 億ドル外と、フィデリティの FBTC がマイナス 0.85 億ドルと、前日に引き続き大きい流出が見られます。イーサの方は全体でマイナス 0.1 億ドル外、ファンドごとを見てもですね、ゼロが目立つようになってきてまして、連日に引き続き、ほぼ動きがない状態となっています。一方、香港の方はいつも通りビットコインイーサともにゼロとなってますね。あと、オンチェーンその他の動向では、イーサレム財団が最新の財務報告書を近日公開する予定であると発表しています。で、イーサレム財団が最後に財務状況を報告したのは、2022年3月31日なんですが、そこから約2年半の時が流れています。オンチェーンの方では、もうイーサレム財団のメインウォレットの保有状況が注目されてまして、前回の2022年3月時点ではですね、イーサやその他の仮想通貨を合わせて約16億ドルほどあったんですが、現在では6億ドルほどまで落ちてると。で、当時のイーサの価格が3200ドルあたりなんで、イーサ自体の下落の影響もありますけども、最近でもこのイーサレム財団が1億ドル相当のイーサをクラーケンに送金してるんで、単純に経費生産のために売ってるから目減りしてるとも捉えられると思います。で、イーサレム財団側はですね、年間経費が約1億ドルと見積もってるんで、あと6億あるから約10年を持つみたいな表現をしてるんですけども、これおそらくですね、その前にイーサレム財団がイーサを売ってることが問題視された時にですね、財団側からある一部の職員に関しては給料の受け取りが法定通貨でしかできないんで、イーサを売って換金してるみたいな説明があったんで、毎年の支出は1億ドルで固定だけども、イーサはこれから上がる可能性があるから、現時点では6億ドルだけど、その価値がまた戻ると、イーサの保有価値が10億ドルとか15億ドルに戻るんで、10年は持つと思うという話だと思うんですけど、逆に考えるとですね、そのイーサの価値が、ここからさらに下落すると、固定支出が1億ドルに対して、保有してるイーサの価値が5億、4億と下がっていくんで、10年どころか数年でショートする可能性もありますよね。なので、旗から見てる側からすると、イーサリム財団大丈夫なのっていうね、不信感が一部から出てる状態なのかなと思います。で、この財団が倒れたからイーサが終わるわけではないだろうっていう意見もあると思いますけど、財団も売ってるし、長であるビタリックもたびたび売ってるのが問題視されてるんで、運営側がね、これだけ売りさばいてるってなると、イーサレム界隈全体の空気が悪くなるのも無理はないですね。で、イーサが倒れた後の世界戦に関しては、また話が長くなりそうなんで、それはメンバーシップの方で話そうかなと思います。ビットコインの価格は現在53,800ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米雇用統計8月分が発表されまして、失業率、平均時給はほぼ予想通りの結果となってるんですけども、非農業部門雇用者数、前月比がですね、予想の 16.5 万人に対して結果が 14.2 万人と、前回の 11.4 万人も 8.9 万人に下方修正となってまして、前日の米 ADP 雇用者数に続いてですね、米雇用悪化示唆、米景気後退懸念がさらに強まりまして、ナスダック、SP500、ビットコインなどですね、リスクオン関連がさらに下落してます。ブラックマンデーの再々来がまた警戒されてますね。米国債金利は 3.712 を推移しておりまして、ナスダックが 18,421、S&P500 が 5,398、ダウ平均が 43,45、金ゴールドが 2,497 ドル、日経平均が 36,391 円、ドル円が 142.23 円となってます。個別株の方では、バークレイズのアナリストがコインベース、ロビンフード株をアンダーウェイトからニュートラルに格上げをしてます。両者ともにですね、財務状況を見ると、今回の米大統領選の結果次第で、さらに伸びる可能性があると評価してます。ただコインベースとロビンフードの株価はですね、市場全体とともに下がってまして、中でもコインベースは、昨日も今年2月の底まで下がってるというのを取り上げましたけども、そこからさらに1日でマイナス 7.7% と比較的大きな下げ幅となってますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 2.89%、額としては283億ドル相当、
比率としては全体ではショートが 53.5%、バイナンスミはロングが 77.8% と下寄りになっています。今後の指標としては、9月9日に中国の PPI、CPI、ドイツの小売、米卸売在庫、7月の確保値、9月10日に英国失業率、ドイツノルウェー CPI、9月11日に米 CPI などが控えています。他各アナリストの見解ではですね、仮想通貨の送金効率が AI の経済を救う可能性があるとか、仮想通貨には単独で強い要素がないんで、現状はマクロ経済に左右されてしまっているというですね、JP モルガンの見解などが話題になっています。最近日本の三大銀行がステーブル送金の試験を始めたことも話題になりましたから、ステーブルの需要が注目されてきている印象はありますね。あとテクニカルの方では、50日と100日の単純移動平均線 SMA が200日を下回ってまして、デッドクロスが成立していることが注目されています。ファンド的にもテクニカル的にもですね、下への警戒が続いてまして、ビットコインは2日で約$5000幅の下落となってますね。昨日52000コースも見えてくるという話をしたんですけども、もう今朝の5時時点で$52,500をつけてます。で、ここで反発狙う方もいるんでしょうけども、週明けのブラックマンデーで日経平均が下がった時ですね、またビットコインも影響されると思うんで、入る方は十分注意が必要かなと思います。で、ここをさらに下抜けするとなると、8月5日の$49,000が意識されると思いますけど、果たしてどうなるんでしょうかね。指標も一息つきましたんで、来週の日本市場明けですね、どのように動くのか注目となってます。あとはイーサーですね。イーサーの価格が現在$2230、BTC 建ては 0.0414 と、先物の方では OI は全体でマイナス 3.11%、額としては$101億相当、比率としては全体ではショートが 50.8%、バイナンスミはロングが 79.3% と下寄りになっています。こちらは昨日2200で耐えられるかという話をしましたけど、今朝5時時点ではそこを割ってですね、$2150をつけてますね。市場全体もベアですけど、イーサー単独で見てもですね、先日からいいファンダが出てないんで、強くなる要因が未だない状態です。チャートだけ見たら、ドル建て、BTC 建てともにですね、何度か耐えてる底あたりですけども、週明けまで市場全体がさらに下がった場合ですね、ここを割って$2000も割る可能性も全然あるのかなと思いますね。今後イーサの内情が改善されるのか注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。リップルの共同創業者、クリス・ラーセン氏がハリス支持に回ったことが話題になっています。米国の主要企業らがハリス支持を表明する署名の中にクリス・ラーセン氏の署名もあったとのことですね。界隈ではですね、仮想通貨業界を長年苦しめてきた現政権側の肩を持つのかとかですね、批判的な意見が目立つんですけども、このクリス・ラーセン氏と同じリップの共同創業者のブラッド・ガーリングハウス氏はですね、共和党を支持してるフェアシェイクに寄付してるんで、ヘッジ戦略みたいな、どっちが勝ってもいいように、リップルはビジネス的な立ち回りをしてるんじゃないかみたいな見解もありますね。ここ最近連日、リップル関連の話題が絶えませんけど、ガーリングハウス氏も日本の方に訪問してて、動きが活発になってきてますね。大統領選の予測はまた若干差が縮まってますけども、仮想通貨界隈が最終どちらに寄り添うのか注目となってます。あとその他リリース、資金調達関連では、Web3 スタートアップを支援する新たな VC、クッキー3ベンチャーラブスが設立を発表と、ソラナのゲームプロジェクトソニック SVM が$1280万相当のバリデータノードセール開始予定を発表しています。こちらはノードオペレーター向けのエアドロップも匂わせてますね。これらの進捗にも注目です。今日はこのとこですかね、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。良ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。